40キロある。今使ってるのより柔らかくてよかった。よいしょ。まずほこりを落とす、ゴミを落とすのと、それから繊維が梱包状態見ると分かるけど、意外と端っこの方癖ついちゃってんの。それで水濡らして癖を取っちゃうわけ。あ、これ柔らかい。もう絞らない。作る品物によって硬いのと柔らかいのを分けてるわけ。どういったのがあるから。ちょっと待って、短い、束太すぎた。今選んだ柔らかい方はこれ3箇所湯がいたけど、こっちはこうやって5箇所ぐらい湯がいてる。これなんでかっていうと、この細いやつを作るときにこういう柔らかいの使うんで。それで切っちゃって、こよっしゃ、切ろうか。
今こんだけねじったでしょね。そうするとここが一番幅狭いわけ。このままねじっちゃうとここから切れちゃうわけだから、また戻して調整する。だんだん締まってくると力がないとダメ。ほんでうちで大きいやつここにあるんですけど、これがうちで一番大きいたわしなんですよ。だからこれねじる時なんかはもう体全体使ってねじらないとねじれなくなっちゃう、もう昔と違ってもう力もなくなってきたしやりづらいし、だからこれの繰り返しだから。ほんで立ち仕事で私もほらこれでまっすぐしたでしょ。もういつもこうだからもう腰がもう伸びなくなっちゃったねじってて危ないなってところが分かるから、もう長年の勘でね。これ以上ねじるとここがだんだん弱くなるなっていうのも分かるわけ。だから今ね私と弟のねじってるたわしじゃ渡りはこんだけしかないわけでしょね。ほんで弟のはほらもう1倍半、これと比べるとね。だから長くなればなるほど目を離せないんだよ目離してるとどこから切れるか分かんなくなっちゃうからこっちの方が切れやすいの切れるのを注意してれば、これねじる工程はこっちの方が楽。一番最後のガーッとねじるのはこっちの方が難しい。これをやるとき爪ね伸びてた方がいいの。なんだか知らないけど自然に左指も動く。左手もほぐしてるわけ、左の方でこうやって下もこうやってほぐしてる。このまんまねじっていくとここら辺が一番危ない。多分そうなると思う。今集めたけどどうかな。うまくいったもうねじれない。これ以上いくと切れる。ここが危なかった。一瞬にしてバーンっていっちゃうから。
あ、一番手前が危ない。あ、これね、これ以上ねじれない。やりましょうか。目が悪くなった。拡大鏡だよ。もう最悪、何から何まで。昔止めないでね、刈り込み止めないで手突っ込んで爪剥がしちゃったことが2、3回あるから、今はもうそこまでもう無理したってしょうがないからやらないけど、そういうことです。じゃあ今度仕上げましょうか。本当に最初に言われたのは、こんな綺麗なたわし見たことないって言われた。一番お客さんの反応が多かったのは綺麗だっつ。でも仕事やってみて分かるけど、埃だらけのもう汚れちゃう仕事なわけ。綺麗だって言葉はうちに関しては全く関係ないと思ってたの。これはびっくりした。だから、うち以外のたわしは、まあ、このうちは失礼だけどよっぽど汚かったんだなと。今後のことはもう年も年なんで、続けられるだけ続けるっていうことしか今もうない。体が動くうちはやるけど、一人でもうどっちかが仕事できなかったらもうそれで終わりだね。一人じゃ何から何までできないから。一人で10の仕事をできるとするんでしょ。一人ずつで一人一人が。2人で20じゃないんですよね。30にも40にも50もできるわけ。それが1人になっちゃうととんでもない生産が上がんなくなっちゃう。これね、うち親父が死んだ時にそれ感じた。親父1人いなくなったおかげでその後めっちゃくちゃ忙しくなっちゃった。だけども補充効かないし、2人だとなんとか仕事っていうのはそれなりにうまく量ができるんですよね。今更他の仕事もできないし、でまだ頑張ってればなんとか収入もあるから、
これやめちゃったら完全に収入なくなっちゃうから、だから体動くうちは続けるかなと思って。まあいろいろ考えると死んだ後だって大変だしな。うん、いい感じにできた。江戸技はほらいろんな人の魚種釣れる竿を作ってますから、例えばどんな釣りするってお話聞いてで長指やりたいんだよって言えば、どこの川でやってんのとかって聞いて、その竿の長さどのくらいの欲しいのって聞いて、その人の注文で作っていったのが江戸技ですね。この穂先がほら自然界にないんですよ。皆さん持ってないから、この先はカーボンとかやっぱりほら工業製品を使ってるんですよ。これはほら昔はみんなこれだったんですよ。これがほらバネダイっつってやっぱりこういうふうに曲げても戻るんですよ。今作れる人は誰もいません、日本で。全築でこれだけ作れるのは私だけ。いろいろな太さの竹ありますから、それを組み合わせて一本の竿になるわけです。これだけだってあれでしょう、200〜300本おそらくあると思うんで、その中から良さそうな今材料を選び出しますから。この曲がり具合をやっぱり見ないとダメなんですよ。要するにしなり具合がきれいに曲がるかどうか、あと長さですね。長さが今ちょうど尺ぐらいの作るのちょっと短いか。これが穂持ちになりますね。ちょうど一尺切りぐらいですね、これが。
使わないですこういうあれを使いますんでね。この下が膨れてんのがこういうのがいいですよね。これは最高ですね。こういう材料できるか。これでいいな。これにしよう。一応これ切り組みはこれで、あとこれに穂先がつくんですけど、これ削りでつけますから。でこれ芽取りって芽を今取りますからね。この根っこをねハサミで揃えますから。火の加減で伸びてくれる加減があるんですよ。火が入ってないのに曲げようとすると割れたり折れたりしますんで、見極めやっぱりこれ慣れですよね。普段やってる人じゃないとその加減ってのがなかなか分かんないです。23日置いて火入れしてまた23日置いて火入れしますから。竿作りのノウハウってのは一切ほらそういうあれは持ってませんから、竿作りやりたいんだけどつっても教えることもできねえって東京の竿屋さんだとか言って断られましたよ。最後にその竿春さんにたどり着いたんですけど、聞くことは全部教えてくれて、もう自分が最後の弟子だったんですけど、つなげんだったらほらつないでいこうってことで教えていただいたんですよ。この皮の剥がしをやるんですよ。切り揃えますね。切り揃えのまず印付け、印つけますから、ちょうど一尺それでこの節が必ずこれが扇状に広がるような感じで節合わせ、この節がねこういうふうにほら揃うように、これが江戸技の技ですよ。これがこのほら揃え方が。今これ穴を開けますか、中削りますからね。で穴開ける切りはこれですね。
これが入ればいいわけですね。きついか。こう収まるようになりますから。こんな感じ。油っ気も漆には良くないんで、油っ気を取り除いて、あとそのほらゴミも拭き取って、よし、これでじゃあこれね、食いつきよく平らに。まず漆をここにこれを削ってこの先につながるあれを作るわけですよ。だいたい半分からこれ割って使うのはこの皮目の方なんですよ。こっちがほら硬いから、この裏はもう柔らかいですからね。こっちはもういらないんです。これだけね使うんで、これをまたずっと削っていきますけど、細く。大体のところを削って、あと細かい作業はやっぱり手作業でやらないとできないんでね。こうやってその曲がり具合、どういうふうに曲がるかによってちょっと見ながら。竹の皮目ってのが一番硬いんだよね。それからだんだん中に行くと中はスカスカだから皮目を残して丸くしていくっていう。一番竿で難しいのはこれなんですよ。一人前になるまでに親方について教わって、ようやく合格もらうまでに5、6年かかりましたよ。この穂先削りだけで、これだけで。これがやっぱり竿作りで一番肝心な仕事です。竿の中で。これがまともにできないと竿としての機能が良くないですからね。これが普通のほら肥後だけど、全然ほら硬さが違うんですよ。これほら売ってる肥後ね、売ってる肥後こんな曲がりしちゃうでしょ。それと俺のやつはほらこういうふうな
ちゃんとした曲がりに今削っていきますから。親方からよく言ってたのはこの削ってる時のこの音、今ほら落としてんでしょ。この音も大事なんだよ。音の聞き方で削り具合とかそういうのもね、敏感に耳でも感じなきゃ、目耳体全体でこのあれを感じながらやらないとできないんですよ。この穴の中もね、平らにスムーズに入るように。これでまあ竿になったわけだ。つながりました。少し竹は動くからほらまっすぐにしてもね、また少し動くんですよ。だから何回かやっぱりしないと決まらないってのがあるんだよね。よし、いやこれで今いい感じにできた。
一応竿として完成です。これで完成になります。小舟です。かかってそのほら上げてくるまでのその引き、魚の引きですよね。ちょっと気持ち大きいような魚来ましたよ。親方が日本一の竿師だったから、竿原さんって人はみんなに認められる、やっぱり将来的には日本で一番になりたいっていう願望はありますけどね。ビルフォー駅前の長寿湾の発向かいです。あと3人。あ、今日は3人はいいらっしゃるんですね。はい。
もどうぞここに。あ、すいません。でこれどちらが好きなのであ、すいません。どうもありがとうございます。ここに置けると思いますけど。はい。置きます。この辺もこれ長財布、こういう長財布とか札入れはだんだんと今売れなくなってきています。例のカードになってますんで、お財布持たないくなってきていますんで、あとバッグもちっちゃくなってるんで長財布だと入らないんです。だからもうこういうのは作っても売れないなと思って、じゃあカードケースを作ろうと思ってカードケース結構作ったんですけど、はい、カードケースもそのペイペイとかそういうの電子マネーでスマホで出せばいいし、じゃあその後でじゃあ名刺入れは大丈夫だなと思ってたら、今度名刺入れもなんか私は知らないんだけどスマホでこうやってやれるって言われまして、それもショックなんですよね。ちょうどこれが私の通販用に作らした黒子の親子ガマ口です。クロコダイルです。これがこうやって中もこうやって入れの親子ガマ口になってます。でこういうエキゾチックレザーって言うんですけど、私は大好きなんだけどなかなか難しいです、売れるのがね。ここに面白いのあります。これが私が作ったカバの皮です。売ってもいいけど貴重品だからと思って販売はしないんですか？してないです。非売品ですか？はい。たまたま昔ねメーカーさんが持ってたんですよ。そのメーカーさんが持ってたのが廃業した時に分けてもらったんですよ。でたまたまこれカバの皮です。これごめん面白いけどこれ私車のシートにしてましたんで、なんか車買い替えて飽きちゃったからしてここのとこいたずらでこう作ったら、その穴開いてるの開いてるとこはお財布にガマ口作りました。捨てるのももったいないしなと思って、まあ売れると思ってなかったら作ったら、これを鹿の皮、まだ素揚げですね。島根県の県境あたりで取れたらしいんです。兵庫だから丹那佐賀の辺にいっぱいあるので、そこで特別やってもらったのを、これが今日の皮です。こういうの皮の卸屋さんが持ってるんですよ。これもなんか使い勝手が今分かってないんだけど、これ何の皮だか分かりますかって。前足前足後ろ足です。ここに見たものがなってますね。これなんだろう。カイルカイルの皮です。カイルって何ですか？カイルってぴょんぴょん跳ねるカエル。私福島東北の周りだからいいといいがいいないんですけど、カイルですこれ。そうなんですか。はい。たまたま革屋さんに売ってたんで面白いから買ってきたんですけど、これがシャーク、サメ。これがサメのシャークって言いますね。これ尻尾ですね。ここが口だと思うんですけどね。この背中でお腹だと思います。それであのように財布に取りました。こうなんだろうね。これがこう丸くなってね、こうなってこうなると思います。
れはちょっとまずいかな。なんだかワシントン条約のものになったので、そうなんですね。仙山孔っていう動物なんですよね。仙山孔。ワニのお腹です。これもワニの尻尾ので、これが肛門になりますね。後ろ尻尾で、後ろ足前足、お腹の方ですね。昔はこうやって背中の方を重宝してたんですけど、はい、今は背中を最大してお腹を使うような時代ですよね。どういうのに使われてたんですか？これをハンドバッグでこう背中とこ盛り上げて、昔はうちの母親もこういうハンドバッグ持ってましたもんね。加工によって柔らかくなったり硬くなったりしますので、またこういうのをいろいろ使ってこれから作るのも楽しみなんですけどね。じゃあみんな自己紹介ですか？裏方でいいです。スタッフの北川さんです。次が娘の明穂です。山口今修行してます。あとスタッフで渡辺さんです。リンゴもリンゴの。こっちはリンゴでいいんですか？大きいのはちょっとリンゴでやってもらおうかな。これそうだね。こっちは四角がリンゴ。はい。これまだでも40枚には足りない。ちょうどマウスパッドが40枚ほど注文が来ているので、マウスパッドです。一応は鍋敷きじゃないね。ここで何年ぐらいやられてるんですか？10年経ちました。 ？10年。はい。このお店が10年ちょうど経ちました。10周年。娘さんはここをやる前にも家で工房があってやってて、なんか正式な感じじゃなくてちょいちょい手伝いで入るみたいなことをしてたんで、10年以上完成した中の、ここの部分、このここの部分、カードとかがそうです。一番後ろの、こちらですか？はい。そう挟むのにちょっとニッティングで。
お母さん珍しいな、午前中来たの。午後からなるんです。ありがとう。桜山さんので、この少子あそこの棚にちょっとあれじゃみすぼらしいから並べ直してみて。私これ甘口で。甘口。大体お食事はここら辺のお店のそうですね行ったりこうやって注文したりですか？全然。この弁当持ってきてる人もいるし、そうそうそう、今日お休みの人はお弁当持ってきて普段持ってくるんですけど。切り返しのところのどこか節、これか。これ一部分ちょっと皮付きやらせてもらいます。仕事がだいぶいろんな注文いただいて間に合わないんで、彼がこれから来てもらって裁断の方を同じ業界においてプロなんで、安心して任せられるので助かってますね。もう一人女性で息子の嫁さんがいて、その息子の嫁さんが今事務関係とネット販売でやってます。カード段ですね。シワだとかね、血筋だとかってあるんですよ。ここにあるんですよ。ほら、これ傷。黒点があるんですよ、こういうところに。シミみたいな。下げていかないと、もう売れませんよってなっちゃう。うちら大月とか大割とかっていう皮付き機 1.4 ミリを薄くするのにはペラペラ紙みたくペラペラこのように薄くつけます。ドイツ製の機械です。買うと今買うとこれ700万くらいする。700万。高級会社、今の高級、これフォーチュナーっていうドイツ製の機械です。おそらくだから個人でこうやって一人くらいでやってるのにこの機械を持ってるのはいないと思います。自慢しますけど。ずっと後ろにあえて隠してあるんだけど妻ですね。来年ちょうど13回忌ですね。奥様がこっち左でこの人が前のスタッフだったんですけどね、十何年前です。もう13回忌ですね。でその妻は意外と気が強いもんだから最初仕上げやってて工場からできてきた品物が中で作ってと品品があると持ってってポンと「ダメ」って一番15歳の一番若い子が「ダメ」って言って恐ろしいな。で自分がダメっていうくらいだから今度やり始めた時はそれだけに責任は分かっている。なんでこんなの作るのよっていいかの考えですから。だから面白いですよ。完璧ですよ。私の妻が作りました。いいんです。だけどもう今の時代に合わないんで昔はこれが粋な感じだったんですけどいっぱいいろんなのあるんだけどこういう感じです。こういうの作りましたんでこれがねパチンとしてこういい音するでしょ。
これは妻の作品です。こういうちょっと変わってるんですけどね、これが昔の、これがね、みんなね、昔はね、これ全部真鍮なのよ。磁石でつかないの。こうやって真鍮製なんです。昔は真鍮でやってた。この口金って大体何年代ぐらい？昭和50年くらいまでです。その後はもうみんな鉄になってます。作れないし、作る人もいないし。そうなんですね。貴重なんです、これ。ちなみに今ガマ口作りされてるずっと方って何人ぐらいなんですか？3人いたんですけど、今2人ですね。前は4人くらいいましたけどね。もうみんな高齢で行ったり亡くなったりしてるんでね。これですね。これが私が持ってる串金の、今指令で在庫がいくつとかっていうのはこれだけ。これをちゃんと整理しなくちゃなんないんだけど。それが今中川さんのところで扱ってるという。使っているのと、はい、そのまんま眠ったまんまのとか。今でもそうやって記録してちゃんとしたいんだけど、その余裕がないですね。だから今私が持っているのでここで196種類ありますんで、まとめきれてないです。でずっと忙しいからこれに余裕がないわけですよ。だからこれが全部作るとなると私がもう生きてるうちにはできませんので。だからうちの娘がじゃあ私作るっつって、これ全部私の娘が作りました。今まで自分は漫画家なんで漫画描いてたんだけど、急にじゃあ手伝うっつって、そしてやり始めたら、うちのお母さん妻のあれと一緒で似て腕がいいんですよ。でもう前から見てたからやらせたらできるんですよ。すごいんです。左利きなんだけど手も速いし綺麗だし、もう天溝は私が今度ご飯食べるのには、やりたいって。山口で二寸三分の丸平ですね。あとこれが三々の串って言います。この串の形なんで、三々の串で注文するときはそういうような言い方しています。で私古い人間なんでセンチじゃなくて昔からこういうの流れが、串金さんも注文するときも寸で言ってますんで、いざそれをセンチに言うと頭の中ちょっとパニックする。真ん中に中心を置いてこうやって取ってこう取ります。ここから4分約12ミリですね。ここに線を引きます。でこれで本来ならここからこう置いてこうやってこうくるんですけど、ここがへこむんですよ。ちょっとそこの微妙にちょっとここを約2ミリくらいですかね、ちょっと気持ちこうにしてやっていくんですよね。でこうやってこれが私はいい加減なんですよ。フリクションってこういう
ヒールボールペン使ってます。そうするとこうやってボールペンだと落ちないんですけど、これを使ってやってます。ちょびっと出た分がここのへっこみが少なくなるってことですね。その形で取ってうまく納得したら、こうやってこの歯型を型屋さんに頼んでこうやって作ってもらっています。あれで切れない場合はそうですね。これでこうやっていくか。これで少しハの字にこうやってこのように斜めにすくと開きがいいんですよ。柔らかい。そこのとこをこれを2つ合わせて2枚のガマ口を作りますので、同じグリーンでいろんな部分こうやってこういっちゃったらまだ戻して、それでこれでここが引っ張ってもほどけないようにしてます。これ先ほども据えてありますけど、これはこうやって出たらまだ2、3目戻してこうやってでバックでこうやって止めておけばこういう形になります。今回ちょっと面白いやり方をしてみますので、返ししません。でこちらは縫い返しします。こういうふうにこういう裏技もあるっていうことを知ってもらうためにやります。でこうやってここの角を木型これないんでこんな感じでゴムのりをつけまして、ゴムのりっていうのは札入りの人は使わないんですけど、ガマ口とかハンドバッグの職人さんはこれをたくさん使います。温度だと乾くと硬くなるので味が死んじゃうので、これでひっくり返して縫い代の両サイドをこうやってしごいて出します。これが本ちゃんで、ここをちょうどミシンの脇をちょっと軽く叩いていって、こうやってこういう状態でやってます。ミシン目をきれいに出すのにちょっとこう折って、これをこうやって叩いていく人もいますね。こうやって縫い代をこういう状態です。こうやってここら辺まで持ってきて、両方こうやって縫い返ししてないから多少ほつれますけど、ほつれたおかげでここにぴったり収まるんですよ。こちらはちょっと縫い返ししていますけど、昔の職人さんみんな縫い返ししてなかったんですけど、今はこうやって返してますけど、こうなって袋落としになりました。ここまでできました。
こでちょっとこの辺から軽く本当に少しでいいです。で海苔は自然と他に流れていきますから、このままでやります。ここにここを中心を目安にここで親指と人差し指で引っ張ったり調節しながら、こうやってちょっと入りすぎかなと思ったら引っ張りながらやります。関西式はここの時点でこう潰しちゃうわけですよ。関西のやり方はで、関西ってこうね、それからはめていくんですけど、東京はここに当たりに持ってきながらちょっと軽く、あとこの上の先っちょをちょっと意外とこれがなかなか難しいんですよ。これあとあんこが入れるとこうふわっとしますので、これくらいでこんな感じでこうやって、これは娘の方が上手で、私は理屈だけなんで。よし、いけねいけね。こんな感じですね。ちょっと濡らしすぎていますけど、先ほどちょっと言ったように、東京製品はこれをこうやって潰しちゃいけないんです。やりたかったらこちらの表側をですね、こうもう紙紐が入っているからがっちりじゃなく、こうやってここをちょっと軽くで、これがで私の出来上がりです。はいはいです。でこれにあんこを入れたりしておしまいです。だから今常に、楽しく、常に幸せだな、常にだなっていうふうには感謝してますよね。ましてやこの見てくださいみたいなとで、この3人すごいでしょ。黙ってでもさーっと仕事やってて、勝手に動かいてやってるんですけど、メンバーに恵まれてます。これだけ財産なんですよ。そして今度来た男性も仕事が全部知ってますからね。私余計なことしなくたってもう全部やってくれますから。これからはお店のいろんなものを口金を使っていっぱい発信していけるんですよ。これは宝物です。大丈夫ですか？はい。じゃあ砂肝300、レバー200。これは塩焼き。まあほら。
社長で何代目になるんですか？ 4代目になる。 4代目ですか？ 140年越したから。すごい量を仕込みますね。で、いや、土日になると大変で、朝もう9時にはできてるからね。あ、そうなんですね。うん、土日はね、朝9時までには一通りできてるから。じゃあ今日はまだマシな方って感じですか？平日だからね。平日は。一回きりじゃないから。はい。うん。なくなってはまた。うん、追加してね。朝のお得意さんに持っていく準備をしてる。お得意様に持ってく。さあ、配達する。どういったお店ですか？なんか料理屋さんですか？ラーメン屋とか、ね、和食屋とか。これはうなぎ屋さんだけどね。まだこれからもどんどんやることが多いからね、何から何までやんなくてはね下っ端だからね。これ店のローストチキンね。要するに昔は丸干しって言ったんだけどね。これは頭、でこれが足、鳥の足。もみじって言いますね。そうそうそう。そうですね。でこれ鳥除いてあんないとラーメン屋のスープ、いいスープ出ないんで。忙しい時3倍、カゴ3倍ぐらい刺さなきゃいけない。そうなんですか？そう。今日だとカゴ2杯。2杯。多いと3杯なんです。そうそうなの。仕込みがほら、暮れとかさ、クリスマスとか、そういう特別な時あるんですよ、お祭り。そういう時はさ、余分に刺さないと間に合わない。手間がかかるの嫌になっちゃうよね。できてるのをパッと取るならいいけどさ、なんだって手かけなきゃならないんだ。でも毎日やられてるんですかね？毎日休まず毎日。ちなみに何年ぐらいもうやられてるんですか？何年だろうね。もう80になっちゃうから何年だろう。あ、80年ですね。途中でほら嫁に行ってるから間があるからね。そうなんですね。その前からなんですね。そうそう、その前から独身の時からだからね。
はい、胸が6キロ。はい。先が3、はい。紐1、はい。生柄10と、レッグ1と、3スキル。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。もう下っ端は何でもやんなくていい。下っ端なんですか。そうそうそう。一番下っ端だから。何でもやんなくていい。それからはラーメン屋に持ってくる。はい、だって、はい。色のとこ取ってるから。いやいや。4本ね。はい。YouTube さんですか YouTube さん携帯の YouTube ってあるでしょそういうふうにその方が撮影に来てるこうやって色男が映るかもしれないどこに色男いるの？色男がどこにいるんだろうねはい、420円です。はい、すいませんね。はい、どうも。これは何ですか？つくねを一回揚げてタレでつくねを刺すんですけど、これから一回揚げるんですね。熱くないですか？ちょっと熱いですでも慣れても全然大丈夫です。もうこれ何年ぐらいやられてるんですか？10年ぐらいですね。お店の売りの商品って一番何ですか？おすすめというか。一番手羽中っていうとこ、これが有名なの。いつ頃考案されたんですか？だいたい50年前だ。まあスーパーに負けないような商品をね作り出さなくちゃいけないってことでそういうことをやってみたんだけどそれが当たったんだね。じゃあ生姜焼きとあと中焼きを8個中焼きが言ったら売りじゃないですか、なぜ一番下に入れてるんですか？ケースの一番下にもお客さんは分かってるから、中焼き買いに来る人は見えないところに置いといても求めてくるから一番下で分からなくても大丈夫なの。そういうことなんですね。見えなくてもいいよ。ありがとう。でもいつも場所は一緒なんですか？いつも一緒。
これ今焼いてたのは何？それお父さんそれ。こっちは味噌。味噌？味噌がいいの。こっちの方でいいのかこっちがいいの。こっちは今これ味噌焼いてるやつ。ほら美味しそう。美味しそうだね。それ2つぐらいもらう？それ2つください。ずっと何かを切り続けてますね。そうだよ。だから下っ端は大変だっつってみんなそうこれだって胸肉だってちゃんと修正しないとね、きれいにしないと売れなくなっちゃうからね。そうなんですね。そうこれと同じにやってたらスーパーと同じになっちゃう。その代わりスーパーの場合はこれも何もしてないからそのまま元の方で持ってきてただ並べてるだけだから。ここだとちゃんと手入れをするというか。そうだからお客さんよく分かっててちょっと高くてもそうやって買いに来るわけ。さっきちゃんと洗ったりとかもしてますもんね。みんなそうでそれごめんなさいね、それきちんとやってないとお客さんも買わなくなっちゃう。はい、お客様はどうぞ。こんにちは。はい、はい。はい。はい。230円お願いします。はい。はい、どうぞ。ありがとうございます。これだって前のしばらしてで1日寝かしてそれでこうやって出すんです。若鶏でもちょっと寝かさないとね熟成しないから熟成して職人さんですね。そう一番下っ端かなと思ったけど職人さんかこの道50年だからね。50年ですか。大丈夫です。高校ダメになっちゃって、あんまり頭良すぎてあんたは鳥屋のが似てる、合ってるよってそれ気がついたら50年以上。はい、鍋用とひき肉です。ひっくり返して。
普通の鳥さばくのとカモさばくのはなんですかね、筋肉のつき方とか全然違う。やっぱり違うからね。包丁の入れ方とかね、やっぱり違うの。でも見てたって分かるでしょ、やり方が違うの。わかりますね。すごい綺麗になくなっちゃいましたね。今日のはね、いくらか大きいから、夏場はあんまり育たないから小さい。あ、そうなんですか。そう。人間だって食欲ないからで、今日のはいくらか冬のカモと同じぐらいの大きさに。ラッキーですね。ラッキーだ。カモロース。これがカモロース。はい。高級素材に変地。マグロの解体ショーと似たようなもの。はい。大きいのはこう小さくなっちゃってね。素晴らしいです。はい、以上です。社長っていつからここやられてるんですか。4代目で高校卒業してから18歳か。入ったきっかけとかって継いだきっかけとかって何かあるんですか。いやー、親父がやってたから。継いでほしいって言われたんですか。それともいやいや、事前に私商売の好きだから。もともとはほら、高校で野球やってたから早稲田実業っていうところでね。野球ですか。あ、そうなんですか。だけど大学行くかっていうことでだったんだけどさ、やっぱり俺商売の方が好きだから取り合いになるっつって。今の店だってすごいお仕事されてたので元気にすごい体力だなと思って。いやいやいや、高校時代に野球で鍛えられたから。根性が染みついてるってことですか。まあ好きだからだね。好きだからですか。未だにやっぱ楽しいって思います。まあ苦じゃないね。今なんか生きがいみたいなのって何かあったりしますか。ゴルフかな。体動かすのが。体動かすのが。そう。じっとしてるのがダメなの。リズムになるの、リズムに。体のリズムにね。
店で倒れるまで仕事をしますって言って。